皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ東部戦線において、ロシア軍の立てこもっていたリマンが陥落しました。一つの町が奪還できたというだけではなく、これはプーチン大統領にとって政治的なダメージになるということも、合わせて今回は解説していこうと思います。戦場における勝敗というものが、軍事的だけではなく政治的にも大きな影響を与えるという意味で、今回のウクライナ軍の勝利は一つ大きな出来事だと言えます。それでは早速戦況解説からいきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表している現在のロシア軍の占領している地域が赤、水色の部分がウクライナ軍の奪還した地域です。丸1が南部戦線で丸2が東部戦線。今回のリマン奪還は丸2の東部戦線での出来事です。地図中央にリマンを置きました。こちらの戦況は9月下旬頃の状況で、イジュームを奪還したウクライナ軍がリマンの町へと迫っている状況です。この時はまだロシア軍はオスキル川を防衛ラインに引いて、なんとかウクライナ軍の攻勢をしのごうとしていたわけですが、実際にはうまくいきませんでした。ウクライナ軍の攻勢に抑えてロシア軍の戦線は崩壊し、この地域における重要拠点リマンはむしろ孤立を深めていくこととなります。逃げ出す兵士なども加わることによって、最終的にリマンの町に取り残されたロシア軍兵士は5000人にまで膨れ上がりました。しかし、ウクライナ軍の包囲下に置かれて脱出も非常に困難な状況だったようです。このような状況ですが、リマンの町は要塞都市ではありません。また、イジュームが陥落してからリマンへと攻勢が移る、その時期というのも非常に早かったものですから、守備陣地が堅固に築かれていたわけでもありません。そのためリマンは立てこもるには非常に不向きな場所でした。リマンの町に対する総攻撃によってロシア軍は壊滅しました。こちらの様子はウクライナ軍がリマンの市庁舎でロシア軍からの解放といったものを宣言しているところです。町の至るところにあるロシア軍の旗や看板、標識などは取り外されている最中で、現在は残党狩りが行われているようです。現地にいる日本人義勇兵の発言などを見ると、ロシア軍はこの町でほぼ壊滅した状態と言ってよく、多くの兵士が亡くなったようです。脱出できた兵士というのは少数派だと考えられています。リマンの町を奪還したことに関してはロシア国防省もこれを認めるような発言を行っています。ロシア国防省の発表は、ウクライナ軍に包囲される危険が生じたので、リマンからより有利な地点に我が軍は移動したというものです。敗北や敗走といった言葉はもちろん使わず、これは昔ながらの言葉で言うと、ロシア軍はより有利な場所へと転進したといったような表現が当てはまるものでしょう。さて、リマンが陥落、ウクライナ軍が奪還したことによって、この町を包囲していた部隊というものが一丸となって次の攻勢へと移ることとなります。次に向かうのはクレミンナの町になります。このクレミンナの町もやはり守備陣地が堅固に築かれているわけではなかったために、今から急いで陣地を築かなければなりません。そのため、ウクライナ軍の攻勢に耐えられるかはかなり疑問符がついているところです。そして、ウクライナ軍の進路がクレミンナとくれば、その次に目指す先はセベロドネツク、リシチャンシクになります。これが意味しているのは、戦いの主戦場がハルキウ州からルハンシク州へと完全に移行することを意味します。つい先日、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ東部、ウクライナ南部4つの州についてこれを併合するといったことを宣言を行いました。この政治的な動きというのは、当然のように新しく宣言した領土をもう守り抜くんだというのをある意味決意表明したようなものですから、今後、ウクライナ軍に負け続けることによって領土を奪還されるという意味では、プーチン大統領にとっては軍事的な敗北以上に政治的なダメージもこれからは発生することとなります。では今回リマンにおいて多くの兵士が逃げ切れずに取り残され、殲滅されてしまった原因についての話も少ししておきましょう。まず第一に言われている話というのは前回の動画でも解説を行いましたが、この町に留まるようプーチン大統領がいわば政治的な命令によって軍事的な行動に規制をかけていたのではないかといった説があります。これを実行するために現地には特戦隊が配置され、逃げようとする部隊に対して銃口を向けていた。そして逃げ切れずに多くの部隊が取り残されてしまったという話があります。この話の真偽そのものについては残念ながら確認のしようがないわけですが、もう一つ有力な説をご紹介しましょう。それは、ロシア軍の司令部があまりにも早い時期に後方へと移転し、それに伴って前線の様子がさっぱりわからないうちに
整合性の取れない指令を様々連発することによって前線の混乱を招き、結局はそれがリマンに対する補給や援軍を送ることをうまくできなかったからではないか。そして撤退についても判断があまりに遅く実施不可能になってしまったのではないかといった話があります。この話をしているのはウクライナ軍側ではなくロシア軍側のチェチェン共和国のカディロフ氏です。カディロフ氏はロシア軍批判を行っています。司令部を後方に移したのがあまりにも早すぎて、まともな指示が前線に行かなかったと、現地司令官に対する批判を行っています。そして、ウクライナ軍の勢いを止めるためには、戦術核の使用など思い切った措置が必要だと発言を行っています。司令部をあまりにも早く後方に移すことによって、前線の様子がわからなくなってしまったというのは一理あるでしょう。おそらくは、様々な敗北の原因のその一つではあるでしょう。例えばどんなに指示が遅かったとしても、ロシア軍の前線部隊が士気が高くて、そして武装なども整っていれば、ウクライナ軍の攻撃というものをある程度押しとどめることができたでしょう。しかし現実にはできていないわけですから、ロシア軍の士気が低く逃げやすい状態に陥っていて、さらにそこに輪をかけて指示が遅いとか不適切な指示が飛び交うといった状況などによって混乱が助長されてしまっているのでしょう。そして司令部がなぜ100キロも後方にあるかといえば、それはハイマースの攻撃が届かない場所まで物理的に距離を置く必要があったからです。これまでウクライナ軍はハイマースの攻撃によって前線の指令所というものを数々破壊してきました。こうすることができたのはそもそもロシア軍が占領している地域にはウクライナの住民がいるわけで、それらの人たちからどこの場所にロシア兵が多くいるのか、そういった出入りの情報などをもとにして前線指令所が割り出され、そしてハイマースの攻撃によって多くの将校が亡くなるといったことがこれまで起こっているのです。ですからウクライナ軍の進撃があまりにも早く、そのために一層早く司令部も後ろへと移転してしまうのです。これもまたロシア軍が脆弱になっている理由の一つでしょう。そして次にリマンを落としたウクライナ軍がクレミンナへと向かっているわけですが、クレミンナを落とすこともこれまた今後の影響は大きくなります。この地図には映ってはいませんが、クレミンナ、スパドボ、そしてその北へと向かえばクピャンスクへと続く鉄道路線が走っており、この辺りを抑えることはロシア軍にとっては鉄道を補給として使えなくなるということを意味すると同時に、逆に言えばウクライナ軍にとってはこの地域を鉄道によって物資の補給ラインを形成することができるのです。これから先冬になることを考えると、トラックでの物資の補給というのは非常に苦労しますから、鉄道を使えるようになって物資の補給ができるようになることは、今後の戦いにおいてウクライナ軍にとっても非常に心強い軍事力の下支えとなります。ウクライナ軍がリマンを奪還したというのは、軍事上の利点だけではなく、政治上においても大きな意味があるということをまず言っておきましょう。プーチン大統領がウクライナ東部南部4州を併合して、これらをロシア本国としたというのは一方的な言い分なわけですが、実際問題現場においてはすでにウクライナ軍がその領土を奪還し続けているというのは今のところ止めようがない事実です。ですから、プーチン大統領が新しい領土だ、これを守るんだという話をしていても、現場ではもうすでにロシア軍の兵士がこんなところは守れるかといった具合にしてどんどんと敗走を繰り返しているわけです。政治上においてもこれは大きなダメージとなるでしょう。ロシア国民にとってもロシア軍がこんなにも負けてしまうのかという衝撃を徐々に広げることとなります。そしてこれまでプーチン大統領はドンバス地方全体を解放しようという話をしていたわけですが、そもそもイジューム、リマン、この2つの町を失うことによって北から南へとかける圧力はもはや存在しません。ですからドネツク州について言っても南方からの攻撃に対する対応だけをしていればいいわけですから、このドンバス地方における制圧というのもほぼ不可能になったと言えるでしょう。しかもリマンを奪還したウクライナ軍は一丸となって今度はセベロドネツクを目指すわけですから、この攻勢を耐え切ることは今のロシア軍の東部方面軍としては抑えきることはまた難しいものです。おそらくはどんどんと動員された兵士などが加わってくるとは思いますが、これらの人たちは基本的には歩兵にしか過ぎません。ですから装備がどんどんと充実してきて、戦車や装甲車などより多く装備しているウクライナ軍の前にはかなりの戦死者を出してこの攻勢を耐え切るのはほとんど無理だと思います。ちなみにクレミンナからその次セベロドネツクを攻め落とした場合においては、ドネツ川を挟んだルシャンシクについても基本的にはほとんど同時期に
ウクライナ軍が取り戻せると思います。この辺りは基本的にはロシア軍の後ろ盾としては、セベロドネツクを占領しているからリシチャンシクを維持することができるという関係性になっていて、セベロドネツクが攻め落とされた後にリシチャンシクを守りきることはロシア軍には無理でしょう。ですからこの辺りはかなりバタバタと戦況は動くはずです。そして話は少し戻りますが、リマンの町を奪還することによって、この町においてもロシア軍の大型兵器や武器弾薬などをウクライナ軍が多く露獲する可能性があります。現在のところ、まだ報告は上がってはいませんが、5000人程度まで膨れ上がった部隊といったものを考えると、これらの部隊が持ち寄った武器弾薬兵器などはかなりリマンの町にあったはずです。もちろん戦闘中にかなりが損傷している可能性はあるわけですが、使い切れなかった武器弾薬などがかなり大量にある可能性があります。これらなどを吸収することによってウクライナ軍の戦力はより一層強化されることでしょう。ウクライナ軍の東部戦線における領土奪還はまだまだ続きそうな勢いです。というわけで今回の動画はここまで。プーチン大統領が侵略の口実の一つとしていたドンバス地方制圧といったものは、もはや今回のリマン陥落によって不可能になりました。そして、プーチン大統領が意気揚々とウクライナ東部南部の併合を宣言したわけですが、ウクライナ軍の奪還というものが継続的に行われることでしょう。というわけで、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込み、そして投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。